水亀座の皆さん、こんにちは。今回はこちらを見てくださっている水亀座さんの皆様に間もなく起きる急展開というテーマでカードリーディングをさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。お知らせですけれど、私がオリジナルで作成したイラストのグッズなどがですね、販売されております。すでにご購入してくださった皆様にこちらをこの場をお借りしてですね、御礼申し上げます。ありがとうございます。ご興味がある方はぜひ概要欄の方をチェックしていただけると嬉しく思います。早速ですけど、今回はですね、こちらのタロットカードとオラクルカードを利用します。ご自身でもまだお気づきになっていないような心の奥の深いところも見てまいります。まず現状の水亀座さん、そしてこの度のテーマ、水亀座さんに間もなく起きる急展開、そしてですね、アドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に、さらに深掘りで間もなく起きる急展開に対してのアドバイスなどをですね、オラクルカードからも見ていきたいと思います。それではスタートです。はい、それではですね、早速現状から見ていきたいと思いますので、2種類のねタロットを1枚ずつ引かせていただきます。こちらです。はい、あとこちらです。じゃあ見ていきます。せーの、はい、まずですね、ワンドのナイトです。そしてせーの、はい、吊るし人です。はい、ワンドのナイトが出てますから、見てくださってる水亀座さん、なんかちょっと心が焦りを持ってるのかなっていうのがね、一番ちょっと感じてます。で、焦ってて、やりたいことはやりたいことで明確に分かっているんだけど、もうそのやりたいっていうのが先立ってしまっていて、ちょっとご自分の心と行動がちょっとこうギクシャクしてしまっているような状況っていうのもですね、見え隠れしているような部分がありますけれど、そのご自身の中の焦りであったりとか、早く行動に移したいというようなお気持ちもいい意味ではすごく魅力的になってるよっていうようなこともですね、すごく感じるんですよね。なので周りからね、焦ってるんだけどなんかいつも可愛いよねとかちょこまかしてみたいな風にですね、ちょっとこう思われているような部分もあるのかなという風にも感じますけれども、やはりね、なんかその頑張ろうとしている姿っていうのかな、そういうのがすごく新鮮に映ってる部分もきっとおありになってるのかなっていうことで、周りに対してね、なんかこういい意味で和みになってるような、そういう部分もあったりするのかなっていうふうに思ったりもします。で、本当にそういうふうにね、こう焦って、早くやんなきゃっていうふうにね、焦ってる方もいらっしゃるでしょうし、実際に早くやらなきゃいけないっていうようなところから、決めなきゃいけないとか、行動をしなくてはならないとかですね、何々しなければならないというふうにご自身のお気持ちがすごく焦ってしまっている方っていうのもね、若干いるので、いい意味では何かそういったところがチャームポイントになっている時もあるんでしょうけれど、きっと今はいろんな意味でご自身が焦りとか不安を若干使っているような、使いやすいっていうのかな、そういうふうなことを感じやすかったりとか、ご自分の中でね、早く何かを進めたいというふうにちょっとこう焦りや不安がね、出てしまっているような部分が現状見受けられるかなというところですね。で、ご自身の中でちょっとネガティブ的な要素、自分の中で感じてる部分ですよ。感じてる部分の中では若干ちょっとネガティブな部分も湧き上がってきているのかなっていうふうにも感じますけれど、やはりね、そうやって自分の中でいろんなバランスをとってる時期なんだっていうふうにもですね、受け取れるんですよね。なのでやはりね、何かこう過去性からつながるものであったりとか、ご自分の中でこれだけはどうしてもね、なんかこう乗り越えたいっていうようなところをですね、今皆さんいろんなそれぞれの中でのケースバイケ
ケースで体験されているっていうようなこともですね感じます。そして一時的な何か試練なんでしょうけれども、その試練ですよね、そういうことがいきなり好転するようなタイミングを迎えたりとか、ちょっとね停滞期だなっていう風に感じていた方はですね、そういう状況から抜け出すタイミングなんだっていうことも伝えてきてくれていて、いろんなもしかしたら身の回りにサインがねあるかもしれないんですけど、そういうねサインをしっかりキャッチできるようにご自分がやっぱりね焦りとか不安とかそういったものを手放していくっていう風なことが必要になってくる部分もあるのかなっていう風に感じるので、ここからねどういう流れになるのか、間もなく起きる急展開を見ていきたいと思います。はい、これね勢いよく飛んできました。今ねこちらです。はい、すごいねいっぱい出てきたんですけど、きっとねこれ必要なんですよね。その前のね星座さんでもちょっと5枚出てきたことがありまして、これちょっと重要なので5枚見たいと思います。はい、じゃあこちらから引かせていただきます。せーの。はい、まず皇帝のカードですね。はい、じゃあここ一気に見ます。せーの。はい、まずカップの9番、ソードの2番、そしてこちらが、正義のカード、そしてソードの3番、そしてからペンタクルのクイーンが出ています。はい、やはりね間もなく起きる急展開、現実的にすごく成功を収めるような方もこれから急に起きてくる可能性があります。今までね準備でやはり焦る気持ちがあったりとか、ご自分のねお気持ちばかりがやはり先走ってしまうようなところも現状あったかも分かりませんし、ちょっと疲れをね、そういった意味では疲れを感じやすい部分があったかもしれませんけれど、急展開としてはそういったご自分の努力がようやく報われて現実的にちょっと落ち着いてくるような部分もあるかもしれないですね。その流れの中でやはりねこの流れがねすごく重要になってきます。はい、まずねカップの9番が出ているので一番最初に出てきてくれていました。でこれねちょっと一番最後に言いたいとは思ってたんですけど、やっぱりね夢が実現していくようなタイミングをこれから迎えていく、そういう風にね伝えてきてくれてます。で自分の中で、本当に魔法がかかったみたいっていうようなね言い方もあると思うんですけど、シンデレラじゃないですけれど、ご自分が夢見ていたことを叶えていくタイミングがこれから間もなくですよね。間もなく起こってくる方も出てくるかもしれないですね。その流れの中でですね、やはりご自身が決断を迫られるようなこと、二者択一じゃないですけど、そういったことが終わりになる方も若干いるかもしれないです。そういうことも間もなく起きるかもしれません。嬉しいことがある反面、やはりそういう中での決断っていうのも必要で、ご自身の中で本当に何が大切なのか、何が必要なのかっていうのもしっかりと見極めていくような流れがこれからやってくる部分も起こってきますよっていうことをですね伝えてきてくれてますし、あとはですね、ご自分はすごく夢が叶ったんだけれども、その周りの中で対立するような方がいたとしたらですよ、何かお仕事であったりとか対人関係、ご家族もそうですけれども、ご自分はすごく満たされているんだけれども、やはり周りがガタガタしていて、ご自分がそこで板挟み的なお気持ちになってしまうよっていうようなことも終わりになることが急展開で起こってくる可能性もあります。で自分が落ち着いた分、自分が夢が叶って落ち着くんですよね。皇帝のカードですから落ち着いてくる分、周りがよく見えてくる。今まではですねワンドのナイトだったので、やはりね、自分がやることに対して精一杯、
そして、手も足も出ない状態、考えがどうにもこうにも進まないよっていうようなね、ご自分に対してフォーカスがいっていたもので、全体を見ているっていうことがね、なかなかできにくかった部分あった方もいたかもわからないんですけど、落ち着いてくる分やはり周りの状況というのも目に入ってくる。そういう流れの中で、じゃあ自分はどうしたらいいんだろうっていうとこですよね。そういう中でジャスティス、正義、天秤ですよね。ご自分がやはり中立な立場でものを見ていく必要がありますよっていうことですね。なのでご自分を間に挟んで誰かがいい争いじゃないですけれども、摩擦のようなね、そういう関係性があるのであれば、とりあえずご自分の中ではそれを様子を見るとかね、何かしらの一歩引いてご自分がその中にね入ってしまうと、やはり見えなくなってしまうものっていうのがたくさん出てきてしまうので、せっかくこれから間もなくね、ご自分の中で夢の実現であったりとか、お気持ちの境地、こういう気持ちで過ごしたかったんだっていうようなね、境地に至るような、そういう流れがこれからやってくるので、もったいないのでね、ぜひご自分がそういうわざわざそういう方々っていうかね、そういう関係性に入っていかないっていうこともですね、大切な部分になってくると思います。なので若干聞きたくなかった、知りたくなかった、分かりたくなかったとかですね、今までは見えていなかった部分がいろんな意味でご自分の中でね、必要でなんていうのかな、必然っていうのかな、そう必然で知ってしまうような流れがやってくる方もいると思います。そういうふうにですね、ご自分が本当の意味でいろんなことが分かってくるようなタイミングですよっていうこと、それは精神的な部分としてもすごくね、ご自分の器を広げるタイミングということをすごくね、このカード最後のね、ペンタクルのクイーンから感じるわけなんですけど、やっぱりね、器を広げていくタイミングですよっていうことですね。そしてご自分がすごく現実的に成功を収めたりとか、ご自分がね落ち着いてくるようなタイミング、夢の実現、夢を叶えていくようなタイミングですよっていうメッセージありましたから、やはりね、そういう意味においてはご自分がすごく周りから魅力的に見える、やっぱり波動が高まると目立ってくるんですよね。なのでご自分の中ですごく目立ってくるタイミングっていうのをこれから迎える方もいると思います。で、いろんな意味でそういう中だからこそいろんなことが分かって、傷ついてしまう、一時的に傷ついてしまったり、そんなこと別に知りたくなかったっていうことが起こってくるタイミングでもありますけれども、そういう周りに振り回されなければ、やはりご自分にとってはすごくいい流れが水亀座さんのね、これから起こってくるよっていうことを伝えてきてくれてます。で、ご自身が気をつけるこのね、やっぱりいい流れを掴んでいく、成功を収めていく安定期っていうようなことを伝えてきてくれてますから、そういう時のねアドバイス的な部分を見ていきたいなと思います。なので家族とか兄弟とかそういう部分もね、すごくいい関係性を保てる時期に、これからねなってくるのかなっていうのを感じますね。あとお仕事がね一番大きいと思うんですけど、お仕事の成功っていうのがやはり一番大きいかなというふうに思います。こちらです。はい、まずアドバイスの1枚目です。ワンドの2番です。そしてせーの、はい、ペンタクルのキングです。はい、まずねワンドの2番が出ているので、周りの人との、協力関係っていうのがね一番メッセージで直感的に飛び込んでいきました。なので協調性を持つっていうことがすごくね大切な部分になってくるのかなというふうに思うのと、やはりねご自身がキング、このね皇帝のカード出てますから、やはり指導者的な何か、引っ張っていくような立場になっていくような方っていうのもこのタイミングで出てくる可能性があります。なのでそれは仕事だけじゃなくて、何かサークル的なお仲間的なねお付き合いであったとしても同じことで、何かご自身が
まとめていくような役割を、これから担っていくようなメッセージなわけなんですけれども、その流れの中でやはりねコミュニケーション能力であったりとか、そういう部分がねすごく大切になってくる部分を伝えてきてくれています。でその協力関係をすることによって、さらにねご自分のその将来的な部分に相乗効果が生まれるというようなことをねすごく感じるので、何か共同的な事業、共同事業っていうんですかね、そういうものをやって、進めていくのもいいでしょうけれども、異性というよりかはどちらかというと、同性の方が今は近いのかなと思うんですけど、女性であれば女性、男性であれば男性とのその何か共同的な関わりをすごくね大切にする期間にしていただけるといいかなというふうに思うのと、ペンタクルのキングも出てますけど、やはりねご自分がしっかりと主張するっていうことがまとまる、ご自身がねまとめていくような役割っていう部分ありましたけど、やはりねまとまっていく、それが調和につながっていきますよっていうことをですね伝えてきてくれています。でご自身が本当にやりたいと思ったことを思い通りに何かことを進められるような、そういうタイミングにすごく感じるんですよね。でペンタクルのキング、ペンタクルのクイーンが出てますから、現実的なすごく成功であったりとか、現実的に人がついてくるようなね、そういう何か流れを今作っているのが水亀座さんというふうにですね、何か強くメッセージを感じていますので、お仕事であれば好調でしょうし、好調なね仕事っていう風にもお伝えできますし、何か任期満了であったりとか、そういう意味合いにも取れるんですけど、ご自身の中の何か生まれつきのねビジネス感覚がこれからどんどん発展してくるっていうのかな、そういう風にも感じますよね。今ちょっとねメッセージで任期満了っていうねメッセージもなんかポンってね浮かんできたのでお伝えさせていただいたんですけど、その任期満了に伴っての何か新しいところからのヘッドハンティングだったりとか、新しい何か取り組みの話が舞い込んできたりとか、そういう風にね急展開で何か話がねいい風にどんどんご自分の中で展開していく、今までなかなか動かないなと思っていたことが動き出していくような展開をねこれから迎える方っていうのがちょっと多いのかなっていう風に感じるようなメッセージ性です。でこの流れの中でさらに深掘りでオラクルカードからも見ていきたいと思います。まずねこちらとこちらです。はい、せーの。おー、力のカードです。せーの。はいはい、これはですね木の知恵であったりとか、ご自分の中のね、潜在意識であったりとか、アカシックレコードなんかも言われますけれど、そういう風にねいろんなご自分の中での情報という風な意味合いに今とってます。はい、でちょっとね今力っていう部分でやはり皇帝のねところとつながるかなと思うんですけれど、やはりご自身が落ち着いてくる分、周りのいろんなガタガタであったりとか摩擦がこんなにあったんだっていうようなことをご自分の中で気づくタイミングというふうにもねお伝えさせていただいた流れがあったので、そこからつながるのかなと思うんですけれど、やはりね他人を受け入れていく、どんなね人たちに対してもご自身の中でね非難批判をするわけではなくって、やはりねこういった人たちの流れの中でご自分というね部分をねしっかり中立な映像で見ていくっていうことがですね、ご自分の強さに変わっていくような流れっていうことですね。そういう人たちもひっくるめてご自身が引っ張っていったりとかまとめていったりとかですね、そういうふうに何かねご自身がキーパーソンになってるっていうようなことをですねすごく感じてます。なのでそれはご家族の関係性っていうのが一番強いのかなとも思うんですけど、あとはパートナーの関係性であったりとか、いろんなことをお伝えできるかなと思うんですけど、お仕事でももちろんねそういう関係性ありますからそうだとは思うんですけれど、そういうふうに何かコミュニティ的なねまとまりの中でご自分がすごく強さを発揮していく、そしてそのねまとめていく、調和を作っていくっていうような何かキーパーソン的な役割だよっていうようなね、そういうメッセージに今受け取っています。それがですねこの
ご自身が、カルマ的な部分ですよね。何かアカシックレコードみたいなことも先ほどポンって直感的に感じたのでお伝えさせていただいたんですけど、やっぱりね、そういうご自分の中の情報であったりとか、今までのね、記憶、そういう記憶の流れの中でこれだけはね、もうやりたかったみたいなね、今まで中途半端に終わらせてしまっていたそのね、過去世の部分を今ね、今世でもう一度やり直しでご自分が体験したいっていうようなところを今通っているっていうことですね。で、この度はそういうふうに中途半端で終わるわけではなくって、やはりね、成功というような形でですね、やはり気持ちよく終わられるような、そういう流れをしっかりご自分が作っていくっていうことをですね、今メッセージが力強く伝えてきてくれてるんですよね。なので多分ご自身の中ですごく意志が強くって、これをね見てくださってるのも決して偶然ではなくって、そういう風にね、ご自分の中でしっかり決めてきて、やはりね、確認の作業を今しているんだっていうことを伝えてきてくれてますから、すごくね、何か流れがスムーズな流れになって、安定しながら調和でご自身が何か新たなそういったものを作っていくという風にね、感じます。すごく楽しい、これからが楽しいような未来にね、何か希望が詰まっているようなね、そういう風なメッセージになっていますので、ぜひね、ご参考にヒント的にね、メッセージをお受け取りいただけると嬉しく思いますが、本当にね、キーパーソン、あなたがキーパーソンですよ。あなたがすることによって全てがね、何かまとまっていったりとか、いい方向にね進んでいくんだっていうことを一つね、頭の片隅に入れておいていただけるといいかなというふうに思います。周りに対して合わせるのではなくてね、合わせるのではなくって、ご自分が感じたことを先ほどのペンタクルのキングでもありましたよね。ご自分が思ったことを伝えることによって調和になっていく、まさにそれで、本当にね、こうやってガタガタ周りがしていくことをねえ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 って入っていくんじゃなくって、私はこう思うよっていう風に言うだけでピタッとね収まったりとか丸くなったりとかっていうようなことにねなっていくような、何かねそういうものを感じるので、ぜひね頭の片隅に入れながらご自分のねそういう転換期を迎えるんだっていうことですよね。今までは焦ってたけど、もう落ち着いてね、もうキングでご自分がゆとりを持ってね現実を作っていくんだっていうことにねフォーカスをしていていただけるといいかなというふうに思います。ご参考にしてください。いかがでしたでしょうか。水亀座さんのリーディングは以上になります。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと嬉しく思います。それから皆さん、いつもコメントの方もありがとうございます。これからも拝見させていただきますが、ぜひ書いていただけると大変嬉しく思います。それではですね、何か発展、嬉しい、素晴らしいね、水亀座さんのこちらのねリーディングでしたけれども、こちらによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございます。